こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました店名が気になりすぎるお店に入ってみようのコーナーでございまして、本日は吉祥寺駅徒歩一瞬の場所にありますこちら肉ドレス海鮮丼さんにやってまいりました。とにかく肉ドレスという名前ですよね。さあ、一体どんなメニューが登場するのでしょうか。ちょっと見えちゃった。店内に入ってまいりまして、すごくお店の雰囲気はシックで落ち着いております。お酒なんかが飲める雰囲気なんですね。こうやって落ち着いてお食事ができる感じなのではないでしょうか。で、メニューはやはり一本勝負、かっこいいですね。黒毛和牛肉ドレス海鮮丼。せっかく来たので、もう今日はね、いくら3倍盛りプラス500円とウニ3倍盛りプラス500円も追加してみましょう。僕ちょっと分かんないんですけども、一応飲み物はこんな感じのラインナップもありますね。奥の神とか風の森とかが揃えられております。あと黒ウーロン茶に瓶コカ・コーラ、瓶オレンジジュースがあるのが結構渋いですね。お待たせいたしました。黒毛和牛肉ドレス海鮮丼ウニいくら3倍盛りのご用意ですね。はい、ありがとうございます。すごいな。最後にご用意いただきますお茶漬けだし。お茶漬けだし、はい、ありがとうございます。これインスタグラムをかたくなにやってなかった人もすぐ始めてしまうレベルのこのビジュアル、豪華感だよね。どうなってんのこれ。ちょっと回って見てみたいけど、これ崩せないよ。どうしよう。いや、これちょっとずっとこのまま眺めておきたいくらいの、まず盛り具合。まずこのドレスというお肉がもう黒毛和牛なんですけども、多分もうちょっと炙ってるだけですね。ほぼ生肉です。で、ドレスで身を包んでるはずの海鮮がちょっともうはみ出してます。ポロリしちゃってます。すごいことになってます。で、イクラの上にウニが君臨してるという状態ですかね。これぞ君臨ですね。君臨という言葉を辞書で引いた時にこの画像を載っけておいてほしい。セットとしてこちらもついておりますが、せーの、はい、パカッと、あ、はい、ナイス湯気入りました。しっかりお味噌汁ですね。これ嬉しいね。まず順番としましては、岩塩をお肉に振って食べるべしって書いてありますので、そこは素直にいきましょう。ピンク岩塩ありますね。お肉のところにガリガリガリっとピンクにピンク合わせるってなかなかですよね。林家パー子さん以来のピンクですけども。で、1枚ちょっとお肉取りますけども、あ、ちょっとこれで中が見えたね。あ、待って、すごい綺麗に巻いてあるからこう崩していいの？ペロンペロンペロン。あ、サシ入ってる。すごくめちゃめちゃいいお肉で決まってんじゃん。これもういただきます。極上すぎる。いや、こんなにとろけるっていうくらいとろけた。で、温度があったかいの。これが意外だった。海鮮丼だから冷たいかと思ったらお肉はあったかい温度があります。で、続きまして食べ方こちらね。刺し直にたっぷりのお醤油を入れてわさびを溶いてまんべんなくかける。お醤油を入れてこのくらい、はい、このくらいでわさびを溶く。で、ちょっと上からササササササーっとさささささ、ちょっとウニメインにかかっちゃった感じしますけど、ちょっと伸ばしましょう。そしたらで、ちょっとこうイクラとウニももう一気にもらっちゃいましょうか。もらっちゃって、さあどうでしょうか。イクラ、ウニ、お肉全部乗りました。海苔もあります。トロタクも入って、トロタクも入ってた。ウニとイクラの下にトロタク先輩が控えてました。待って、こんな先輩隠れてたの？勘弁してよ。豪華メンバーの渋滞起きてますよ。楽屋に入ったら急に売れてる先輩がめちゃくちゃいて、ちょっとテンパっちゃうやつだ。その中での先輩後輩分かんないから誰から挨拶していいか分かんないっていう混乱状態になるやつだ。いや、半端じゃないね。ちょっともう上からこうやって思いっきりトロタク師匠のとこ、あ、嘘でしょ。卵先輩も隠れてたんですか。ちょっとこれちょっとドッキリのレベルでここまで来たら嬉しい情報が多すぎて、こういう丼なのに海鮮がパンクしちゃう。お肉もトロトロだったし、イクラもプチトロンって美味しい塩パミが流れてくるし、ウニももちろん滑らかでトロトロだし、さらに半熟卵のトロンもあるので、もちろんトロタクもトロトロだし、どうなってんのこれ。はっきり言って圧倒的に過去一番です。このチャンネルでそこまで海鮮丼と呼ばれるものを食べた回数ないかもしれないですけども、こんな美味しいんだっていう。うますぎて味噌汁飲み忘れるくらいだ。うまうっかりしちゃうくらい
まいねこれ。もう減っていくのが寂しくてしょうがない。一応これがたくあんです。唯一食感があるというか、お肉も柔らかいからちょっとこう押すだけで切れてくれるのよ。そのぐらいのレベル。うますぎる。一個一個個性強烈なはずで全員がメイン張れるはずなのに、ちゃんとみんなが調和してるっていうか、にしてもこうやって半熟卵の上にとろたふが乗っかってるってこの様子ないよね。で卵をこうお肉で包むみたいなのいかがですか。はい、これはもう肉のドレスならぬ肉のスカーフみたいになってますが、でまた僕ちょっと焦ってまして、これのチェック忘れてましたね。何が入ってるんでしょうね。一応見てみますと、はい、ガリが入ってましたね。今ここに来てシンプルにイクラでご飯だけを食べてみたんですけども、イクラ美味しいし、忘れちゃいけないのがご飯もめちゃくちゃ美味しい。続いてウニとイクラと海苔で食べてみましょうか。間違いないね、当然だね。たまんなく美味しい。忘れちゃいけないのがこれ結構ね量も多い。今この丼の中お祭りが終わったような寂しさがあるんですけれども、ご飯を1/3残してお出汁をかけてお茶漬け風にというのができるんだそうです。うわー、最後の最後、うわー、お出汁の色も優しい黄金色っていう感じですかね。黄金スープみたいな色してます。あとこのお店厨房の店主さんが劇団スカッシュのゆうやさんみたいな雰囲気がありまして、男前綺麗なゆうやさんみたいな、これちょっとスカッシュファンの方には朗報なのではないでしょうか。ちょっと具材もね少し残してありますから、こういきましょうか。もちろん最高。自然でいいお出汁っていう感じだから、ちょっと余らせておいたこの具材たちの良さを引き立ててんのよちゃんと。いいね、前に出過ぎないバイプレイヤーぶりを発揮してるお出汁ってことかな。ごちそうさまでした。そんなわけでお腹いっぱいでございます。肉のドレスおすすめですね。これは完全にっていうのがいいんだ。それはいいんだ。それはいいとしてまた変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、名古屋の伊藤さんからのコメント。カルピスを買い忘れ続けて早1ヶ月が経ちます。それもう飲みたくないってことだよ。